はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。燻製が作りたい。でも、高い燻製機を買うのも使わなかったらもったいないな。そんな人はまずは簡単に身近なもので燻製機を作って楽しいと思ったら本格的な道具を買いましょう。ということで今日は燻製機作ります。それでは早速やっていきましょう。今日はこちらの一斗缶を使って燻製機を作って燻製を作っています。アウトドアショップやホームセンターに行くと大小様々な燻製機が売っていますが、どれを買ったらいいかわからないですよね。自分がやりたい燻製は何なのか、この燻製機だとどんなことができるのか、そんなことを考えているとなかなか買う決断ができない人もいると思います。燻製の発祥は諸説ありますが、石器時代の頃には焚き火で肉や魚を焼いて、その残った食べ物をネズミや小動物から避けるために棚の上に保管し、焚き火から上がる熱と煙によって自然と燻製されて食材は乾燥し保存性が増していたと考えられています。食材を煙でいぶしただけなので味もなく火と煙臭くて美味しいものではなかったかもしれませんね。その後時は経ち、古代ローマ帝国時代の今のドイツ、その当時のゲルマン民族が今のような塩漬けして燻煙する方法を利用していたようです。そう考えるとドイツでソーセージとかハムが発達したのも納得ですね。さらにドイツは土地が痩せていて作物が育ちづらかったり、冬は長く厳しい寒さであったり、その冬を乗り越えるためには食物を保存する必要があったりなど、いろいろな条件が重なり、より加工肉が進化したと考えられています。今日使うのは普通に Amazon とかでも売っている一斗缶です。これで2000円くらいです。 Amazon には一斗缶に 2kg の訳ありのせんべいが入った商品が2600円くらいで売っていたので、そういったものを買うのもいいかもしれません。せんべいもお得に食べられて一斗缶も手に入ります。廃棄される一斗缶をきれいにして利用してもいいですね。一斗缶を使った燻製機は3、40年くらい前の燻製の本にも載っているくらい定番のやり方です。まずは缶に印をつけて穴を開けます。上下に3つずつ対になるように反対側にも開けます。これは空気穴の役割と、上部は鉄の棒を刺して食材を吊るすこともできるようにします。下にも空気穴がないと中にスモークウッドやスモークチップを入れた際に酸素がなく火が消えてしまいます。中間部分にも穴を4つ両側に開けます。こうすることでこの穴にはボルトを固定して網を2段で乗せられるようにします。極論燻製をするのはどんな道具でも大丈夫です。いらなくなった鍋でもいいし、中華鍋でもいいし、段ボールを使う方法もあります。もっと大量に焼いたいならドラム缶を使ったりグリルを使ってやる方法もあります。自分が利用しやすい大きさややりたい燻製方法で考える必要があるかもしれません。燻製には大きく分けて3種類あって、15度から30度くらいの低い温度で長時間煙でいぶし燻製する冷燻。これに関しては日本では冬の期間ではないと難しい燻製です。30度から80度くらいの温度で燻製する温燻。一般的に多く使用されるのはこの温燻だと思います。80度から140度くらいで燻製する熱燻。これは比較的短い時間で作ることができるので、キャンプなどでも試しやすいです。せっかくなので蓋の部分は取っ手をつけてアレンジしましょう。中に網をはめるとこんな感じです。 220mm×220mm のサイズがちょうどよくはまります。上部分の穴にはこんな感じで鉄の棒を刺すことで S 字フックで食材を吊るすこともできます。いずれ長板を使って前から開閉できるように改造しても良さそうですね。それではこの燻製機を使って燻製を作ってみましょう。まずは卵を8分茹でます。茹で終わったら氷水で冷やし殻を剥きます。ジップ式の袋に酒、みりん、醤油、水を入れて卵を一晩冷蔵庫で漬けます。次にボウルに酒、みりん、醤油、砂糖、生姜、ニンニク、唐辛子を入れてよく砂糖を溶かします。袋に鶏のささみを入れて調味液を入れて一晩冷蔵庫で漬けます。袋から取り出します。ささみは水で洗い、端の部分を焼いて味見してみて、塩辛ければ流水につけて塩抜きをします。卵は取り出してキッチンペーパーで水気を拭き取りざるに並べます。ささみも同じく水気を拭き取りざるに並べます。このままラップなどはせずに冷蔵庫に入れて1時間くらい乾燥させます。乾燥が終わったのでこちらを燻製機で燻製にします。今回は吊るさずに網に乗せるので鉄の棒は外しておきます。外に移動しましょう。まずはガスバーナーを使ってスモークウッドにしっかりと火をつけます。結構あるあるで、このスモークウッドに火がしっかりとついていなくて消えてしまうことがあります。ライターだとなかなかつかないのでバーナーがあると便利です。下の部分に網をセットしてささみを乗せます。上段にも網を乗せて卵を乗せます。下段の方が熱源に近いので温度は高くなります。最終仕上げで蓋の角に2箇所穴を開けます。一つは空気穴で、もう一つは温度計を刺します。
燻製機に蓋をして70度くらいで2時間燻製させます。外の気温などを見ながら温度が上がりきらなければスモークウッドを2個にして温度を上げます。太陽が出ていて外の気温が高い場合はスモークウッドでも70度から80度くらいに上げることができます。寒いと上がらないのでスモークチップを足したり熱源を利用して温度を上げます。使用する場所などでも温度の上がり方に違いがあるので自分の燻製機の特性を見て調整しましょう。ということで燻製完成しました。卵もより色が濃くなってささみはかなり茶色く色がついています。ささみはカットすると中も綺麗に火が入って美味しそうです。卵はまだ半熟でねっとりとした黄身の感じがたまらないですね。早速食べてみましょう。いただきます。今日はブリュークラシックのブルクラセッション IPA を飲んでみましょう。前に飲んだワイルドピックドラッグレースもウーロン茶が副原料で使われていましたが、このブルクラセッション IPA もウーロン茶が副原料なんですね。色は少し霞んだような黄色です。香りは鼻を近づけるとふわっと包み込むような柑橘系のフルーティーさがあります。かなりライトめなので初めの一杯とか運動の後の一杯とか喉を潤すのにぴったりです。これからの時期のキャンプとかバーベキューなどのがっつりした料理に合わせても合いそうだし、今回みたいな燻製を合わせてみるのもいいかもしれません。それでは自家製の燻製いただきます。まずはささみから食べてみましょう。市販でいろいろ燻製を食べましたが、なんかわざとらしい香りとかがして苦手な燻製とかたまにあるんですけど、これは香りが肉に染み込んでいて肉の食感とか味わいもバッチリです。ささみってこんな優秀なつまみになるんですね。もっと薄く切ってちびちび酒が飲めそうです。ウイスキーとか合わせてもいいですね。卵も白身が燻製の香りを吸収してて、黄身はバターのような濃厚さでねっとりとしていてコクがあります。この舌にまとわりつく黄身の味わいをさっぱりとしたビールで流し込む。鼻に抜ける燻香も心地がいいです。いぶされた香ばしさが口いっぱいに広がります。ここ10年くらいで食べたゆで卵で一番美味しいかもしれません。味付けはシンプルですけど、そこに燻製が加わることで加点で100点を超えています。燻製にハマりそうです。新たなおもちゃを手に入れたかもしれません。ちなみに今撮影後鰹節を作り始めているので完成をお待ちください。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。燻製機いかがでしたか？燻製にすると美味しい食材とかあればぜひ教えてください。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。